カバン一つ全て完成に持っていけるっていうのはなんかすごい楽しいですやっぱり。まあ、慣れないと本当多分難しいはい、これで完成です。で皮もこっち側が背骨側になってて、こっちがお腹側になっていて、この辺りの方がすごい繊維が密でいい皮で、こっちはちょっと緩めなんですけど。これちなみにどこ産の皮になるんですか？これはイタリア産の皮になります。色だったりもブレやすいので、こういうのがブレてないかをチェックして出荷をしてもらってます。それ使ってる道具何になるんですか？これは革包丁になります。普通のカッターだとこの R がすごい裁断しにくいんですけど、革包丁をこう手首ひねったら簡単に裁断ができるので、量産の時はこういう刃型使って裁断するんですけど。この型紙なんですけど、はい、年季を感じるんですけど、はい、これはどんな形で作られてるんですか？この手でパターンを引く方法と CAD って言ってパソコンでやる方法2つあるんですけど、弊社のパタンナーはサンプル紙はこういう R だったり、直線だったりっていうのがやっぱり仕上がると形になるとここのラインがこの方がいいなとかやっぱりこだわりがあって、どうしてもパソコンではできない R があるみたいで、そういったところは鏡で自分で直線を線を引いて包丁で取りながら、はい、そういうこだわって作業型紙を起こしてくれてます。これ手書きでいろいろ書いてあるのはこれパターンの種類とかが書いてあるんですか？そうですね、ポケットの位置だとか、こういうふうにこの部分は注意して縫製した方がいいよだとか、いろいろな注意点をもう書き込んでもらってて、作り手はもうその型紙を見たらもうカバンが作れるような状態にまでしっかり書き込んであると、やっぱり作る方もすごくありがたくて、はい、より綺麗に作れるように情報を書いてくれてます。デジタルだとどうしても出せないところがあるので、アナログなところですけど、アナログの良さがすごいあって、そういったところを使い分けながらやってくれてます。ちょっと10ミリで折れてほしいっていう場所になるので、そういう設定にちょっと持っていきます。とか技術的なところで難しいとか。手作りの中でも正直革すきめちゃくちゃ難しくって、厚みが薄すぎると
ペラペラで安っぽく見えるし、厚みがありすぎると縫いにくいしっていうので、結構すごく難しくて見栄えにすごい影響するので、習得するのも結構技術として難しいです。次この機械を使ってやっていきます。この厚みにそれぞれのパーツを作っていくんですけど、パーツとしては3パーツあって、表面と裏面と肉盛り芯っていうちょっと盛りと中に浮き立たせるパーツの3つがあります。こういうふうに厚みがゴムのりって糊をつけて接着していく工程になります。ゴムのりっていうのは何なんですか？普通の接着剤ってもう片面だけでつけて貼れると思うんですけど、このゴムのりは両面塗って乾いた状態でくっつくっていうのりなんですよ。なんですごいくっつく接着力がすごい強くて、こういう革との相性がすごいいい接着剤で、正確な位置にこう貼ってます。白衣の理由に関しては2つあるんですけど、この白いカバンを作ろうと決めた時、まずは製造する過程で汚れちゃって不良品になっちゃうみたいなことが往々にしてあるわけなんですよね。こう予防するために本当にこう丁寧に扱わなきゃいけない。それともう一つは工場をきれいにしなきゃいけないっていうのがありまして、精密機械を作るような工場をイメージしてもらったらいいんですけど、やっぱり白衣を着てるんですよね。ちょっとでも汚れたら分かるみたいなところにしたいなというみたいなことがあって、その中の一つにミシンのカバー、物を丁寧に扱う、汚れたらダメだみたいなところの理由でこの手袋をして作ってると。白衣に関してはやっぱり日本では、僕の知ってる限りなんですけど、白衣を着て作ってる、カバンのメーカーというのはないんです。世界をこう広げてみると、やっぱりラグジュアリーブランドのエルメスとかは白衣着てるんですよね。なんで、僕らの、夢としていつかはエルメスがあるので、それを目指して白衣を着てます。次、形出しっていう作業になります。形出しの浮き出しです。11年目になります。入社されて11年目。11年目。ずっとこのフリーザンの部署にいろ。そうですね、はい。ずっとここで。カバンのこのお仕事を作るお仕事は、やってみてここが面白いとかあります？一番はこの1から10まで携われることがすごく多くって、カバン一つ全て完成に持っていけるっていうのは
なんかすごい楽しいですやっぱり。うちショップあってお客さんも買ってくれるとこも見れたりとか、そういうのは本当にやりがいがあるなって、楽しいなって思うところですかね。これはさっき形浮き出しをしたものの本抜きといって、さっきは粗抜きっていうんですけど、粗抜きからこれはまあ仕上がりの形にする作業になります。これリュックの内装になるんですけれども、内装のこのポケットの部分をこのコンピューターミシンで作っていく。着色顔料をこうのせていくっていう作業になります。コバ面、ここの断面をコバって言ってて、それをまあ塗るっていうのでコバ塗りっていう。コバはこういうふうに1回塗り2回塗りって言って、まずこの何にも塗ってない状態から1回目を塗っていって、でしっかり乾いた状態でもう1回重ねるっていうのを2回塗りとか3回塗りっていうんですけど、こう塗り重ねた方がこうぷくっと綺麗な仕上がりになるので、何回かこう塗り重ねて仕上げています。でこう乾かして、でまた重ねていくっていう感じです。まずはこの表面にはみ出しがないかと、あと変な泡立ちがないかだとか、そういうとこを見てます。何分ぐらい乾燥させるんですか？夏場だったら10分とかで乾くんですけど、冬場だったらもうちょっと、20分ぐらい置いたりとかしてますね。全ての商品こういう仕様書があって、作り方をこうマニュアル化しているんですけど、初め作ったものからどんどんブラッシュアップしてて、ここはこうした方がもっと綺麗で早くできるとかっていうところはもうどんどんこう手書きで付け加えて言ってます。注意点だとか、どんどんいろんな工夫をしながら。やり方も毎回結構こっちの方がいいんじゃないかとか、ほんと違う方法を取ったりしてて、正解が見つかるまでは、いろんな方法を試してやってます。でまずファスナーを貼っていきます。照り返しっていう作業になってますけど、ここを返していきます。ファスナーとの隙間を今見ながら。まっすぐに貼りたいので定規を使いながら貼っていくんです。ここもまっすぐに貼っていきます。
反対側も貼っていきます。はい。ここもこの縫い落ちしないように、微妙に後ろをうっすら出るような状態で貼ってます。なんか何を見てるんですか、これは。今は、この裏の糸調子っていうんですけど、ミシン目が、上糸と下糸がしっかり引き合ってるかどうかを見てます。ピッチって言って、この、だいたい目幅を今チェックしてます。これ素材によって変えてるんですか？そうですね。素材とか、あと、縫う場所とか、いろいろなんですけど、結構種類を変えながら縫ってます。まっすぐ縫うのって難しいんですか？変に力が入ってると難しいんですけど、慣れないと、本当多分難しいです。これ元の素材が白じゃないですか。はい気をつけてるとか。結構ミシンって設定をいろいろ変えるんで、その時に汚れないように注意するっていうのもやっぱ気を使いますし、置いて重ねる時も、ああいう風に並べて圧迫痕がやっぱ変わってついちゃうんで、そういう圧迫痕つかないように置き方だったりとか、汚れ注意してますね。ミシンをできるだけ止まらないようにいくっていうのは結構ポイントで、これとかどうしても止まらなきゃいけないとこあるんですけど、止まったところでちょっとだけ針穴が大きくなっちゃうんですよ。絶対止まらなきゃいけないとこはどうしてもあるんで、そこは止まるんですけど、極力止まらないで縫うようにしてます。ミシンの設定って私たちは言ってるんですけど、こういう釣り定規って言って定規の高さとか、ミシンのバランスとか、強さとか、ピッチとか、今だったらここの皮の厚みがないところとあるところで、定規の高さとかも変えてやってます。次反対のこれを張り込んで。で、ここがなりに綺麗に。結構張り込みも重要で、これも今普通に貼ったんですけど、自然に置いた時にここが合うように今貼ってて、もっと下すぎたらここがこういう風にずれ込んじゃったりとか、カバンだと結構ひねっちゃったりとかするので、結構重要です。安田さんは今ちなみに何年目になるんですか？私3年目になります。3年目。楽しいです。楽しくさせていただいてます。女性がやっぱり多いっていうのもあるので、なんでこれ女性ばっかり雇われてるんですか？女性も活躍してほしいって言ってくれるので。もともとカバンを作る方って女性の比率が多い。多いです。もうどこも多分カバン屋に行っても女性が圧倒的に多いと思います。早く縫う、ポイントとかコツとか、ちょっとあったらお伺いしたいんですけど。ひたすら止まらないことと、足の踏む感覚で速さは調整できるんですけど、とにかく速く、ベタ踏みというか、一番速く踏むのが、コツです。これ今、縫った後、
で焼いてるってことですか？はい、そうです。焼いて止めないと、ほどけないように返し縫いは入れてるんですけど、念のため全部の箇所をこういう風に糸焼きをしてます。ここは見えないところなので、ちょっとスピード重視な糸処理になります。しつけ縫いっていう縫いで、終わります。最後の。じゃあ、糸の最後の工程ってことはい、ですか？そうですね。で、しつけ縫いってこういういろんな縫いが重なっていくんですけど、できるだけカバンに負担をかけないために、この柔らかい細い糸を使って、できるだけ強度保てるようにしてます。これは曲面縫うのは結構難しいんですか？はい。側面は結構直線よりやっぱり短くて、手首を返すみたいな感じでこうやって縫っていくんですけど、初めは多分なかなか苦戦します。こういうしつけ縫いってカバンの見えないところの縫製っていうのをだいたい1年目とかよく縫うんですけど、まず初めにつまずくというか、難しいところはやっぱここの曲線のですね。カーブは意外と難しいです。簡単に縫ってるようで意外とコツが。あとこういう分厚いところが結構難しいですね。ずれやすいんですよ。分厚いほど縫製するときに。なので、しっかり押さえて、すごい力がいるんですよ。カバンの縫う縫製。押さえつけて、引っ張ったり、押さえつけたりっていうのが結構必要なんで。こういう当たりって言って合い印をしっかり合わせながら縫っていく。はい、じゃあこれで前動画完成しました。ちょっとしつけ縫いっていう工程からいこうと思います。次、このファスナーの際の縫製を入れていきます。職人としても見えない部分の、縫製とかまでやっぱきつくしたい。そうですね。結局、全体的にぼやっと見たら綺麗に仕上がってるんですけど、よく見たら、あらが出るんですよ、やっぱり。綺麗に作らないと。そこを、良しとする商品なのか、ダメだよねっていうことにするのか、差だとは思うんですけど、やっぱりジェッターは、それなりにいいものを使いたいなっていうお客さんが多いんで、ちょっとそこは裏切れないなっていうか。なるほど。マチが、この部分ですね。今、出来上がりました。で次はこの横待ちというパーツをつけていきます。今このパーツが全て出来上がった状態で、こちらが前胴、この顔になる部分のここになりますね。で、袴といってここのパーツがこの袴で、こちらが背胴、この部分になります。こちらがマチになりまして、ちょうどこのパーツになります。で、こちらは、ここのテープ、ナイロンテープがついている、ここの部分で、あとは、内側の内装部分がこの生地になります。このマチとこの銅板、こちらのパーツをまとめるっていう一番平面を立体にしていくところが一番難しいので、技術もいりますし、そこが一番の難しいところです。
組み立つと見えなくなってるんですけど、こういうモードが必要なところ、芯材だとか、針を持たせたりとか、見えなくなるんですけど、こういうところもしっかりつけてます。こちらの袴も、裏側革だけじゃなくって、こういう帆布生地をつけて、ここも針がある。では、こちらをまとめていきたいと思います。背胴と袴を縫い付けていきます。ここを今、縫製していきます。縫い付けます。このリュックはジェッタの中でもすごい一番大きくて、こう銅板がつなぎ合わさると結構大変なアイテムです。あ、これ1回でやるんですか全部。あ、はい。1回でぐるーっと縫い付けます。これで外装と内装がつなぎ合わせました。すっごい簡単にやってるんですけど、結構なんか、やっぱり技術的にはこの距離。そうですね、はい。結構、まあさっきも言ったこの R だったり、こういう合い印だったりをしっかり合わせて、まあ寸法通り、どこもシワを寄らず縫い付けるっていうのが結構難しいポイントです。三角を先にちょっとつけますね。すみません。羽と呼んだりいろいろあるんですけど、これじゃあ縫い付けていきます。金具にナイロンテープを通します。このハーネスも傷ついたりしないようにビニールかぶせてて、結構ハーネスは次の工程のまとめで結構こう暴れるんで引っかかりやすいので、こういう保護的な役割。ではこのナイロンテープが抜けないようにテープの先をちょっと縫います。それでは最後の大事なまとめを縫っていきます。ちょっと印だけつけます。こういう合わせどころ、背胴だったらこういうとことか、前胴だったらこういうとことかのちょっと決めどこの印だけしっかり今。この縫い合わせていくとどんどん一本一本ちょっとしたズレが出てくるんですよ。それで縫ったところからの寸法が結構ここは大事なので、どうしてもこの状態で印つけた方が綺麗に上がるっていうとこですね、ここだけは。なんか機械に任せるよりもやっぱりそうですね。まあ言ったらこういう風な、刃型で当たりつけれるんですけど、それでも微妙にこう縫い合わせていくと皮も伸びてたりするんで、印通り縫ったらちょっと仕上がりがいまいちっていうことがあり得てしまうので、ここはちょっと印をつけて。物がこう大きいんで、行ったり折ったりとか、
この辺が結構難しいです、このアイテム。結構見た目以上に力が結構必要です。これでまとめができました。こう銅板が全部つながってるんで、1回でまとめるって結構珍しくて、カバンでも平面が立体になりました。次はグログランテープマンっていう工程なんですけど、あと腕ミシンが変わります。はい。この後ろのこの縫い代をこう隠すためのこういうテープを巻いていきます。縫う作業はこれで終わりです。今からひっくり返しをするんですけど、この本体の革は、シュリンクレザーは、柔らかいので、全くシワが寄らないんですけど、白ヌメの硬い革を使ってるとこはシワになりやすいので、ひっくり返しをしながらも、例えばこういうネームだとか、シワにならないように注意しながらひっくり返ししてます。こういうネームだとか、傷つけないように。あんまり時間をかけすぎるとシワにどんどんなっちゃうので、できるだけ早く。で、この時にこういう角をしっかり綺麗に形を作っていきます。はい。これでひっくり返しはできたので、最後この形を保つためにあんこを入れます。で、基本、こういうあんこは、大きめに作って、あとは形を沿わして潰す方が綺麗に仕上がるので、今大きく見えるんですけど、この後にこう、しっかり形を作ってあげるとちょうどよくきます。で、あとは、全体的な検品をしてまして、しっかりと、こういう皮に傷が最終的にないかだったり、あと汚れだったりっていうものがないか、こう、チェックします。最後、じゃあ引き手をつけます。皮をこうピンと伸ばす、熱で、水蒸気を今回飛ばしていて、見えないんですけど、細かい水蒸気がここに出てます。こうピーンと伸ばします。まあ、こういった風にシワを伸ばして、最後、納品してます。これで完成ですか？はい。これで完成です。ジェッターのいいところは、革らしさというか、革のこのふっくらとした感じが、あえてこの革らしさの革の柔らかさを見せたいんで、極力その柔らかくふんわり見せたいとこは芯材をあえて使ってなくって、だけど、この底だとか、先ほどの背胴とかの強度が必要なところはしっかり補強を入れてる。やっぱり革の厚みを極力落とさないで作ってるので、その革のこの重厚感がすごい出てるのは、
やっぱりそこがすごいポイントかなと思ってます。その経緯ちょっとお伺いしたいです。はい、コニー株式会社は創業51年目になるんですけど、主に OEM のカバンを作ってた百貨店に並んでいるような有名ブランドをずっと作ってきまして、 OEM メーカーの一つの夢っていうのは自社ブランドを世に出したいっていうところが第一だと思うんですけど、当社もそれに漏れず、いつかは自社ブランドを作りたいという思いがあったんですけど、2015年やっとその環境がいろいろと整ってきまして、今まで OEM でいろんなブランドを作ってた時にうちだったらこうするのになっていうような思いがいっぱいありまして、材料は本当にいいものを使おうとか、本当にファクトリーブランドなんで不良を出さないようにしようとか、それがやっぱり一つのプライドっていうか、そういうふうな思いがいっぱい集まってクルイザーっていうのを出しました。白いバッグって世の中にあんまりないじゃないですか。これない理由は何かっていうと、製造する側も白って汚れるっていう、実際作ってる上ですごい注意を払わなければ不良品ができちゃうみたいなところがある。作る側も敬遠する。で問屋さんも売ってる間に汚れちゃったか、消費者が買って汚れちゃったって言ってクレームだったりして帰ってくるのが嫌だみたいなところがあって、世の中に白いバッグっていうのはあんまりない。でも僕みたいに白が好きな人間って層が必ずいるわけなんです。白いバッグってかっこいいよねって思ってる人、このすごいニッチな層かもわからないんですけど、そこに訴えかけるカバンっていうのがあってもいいんじゃないかなというふうに思ったっていうのが一つと、そういうふうに汚れないで作るとか、できるだけ不良品にならないように作るっていうのがメーカーの私だったらできるんじゃないかなっていうふうに思ったっていうのが最大のポイントです。